私は江戸川慶史をやってますのでね、人間っていうのはずっと過去世があって今があって来世があるという考え方をごく普通にしてるんですね。ですから私自身がこうして生活してても過去世の記憶はないんですよ。ただ過去世があるということを知ってるので、これをこう活用しようと思ってるんですよね。ということは私にはこれも自分だけの過去世があるというよりはもう全ての人の過去世がある、今ここにあるという感覚かな。自分だけがこう何回も何回も生きてきてじゃなくて、みんなと一緒に生きてきて今ここにある。だから未来もそうだよね。今生きてる人たちと、あるいは過去に生きた人たちとみんな一緒に来世も生きていくんだな。で人生っていうのはお役に立つことが人生なんでね、私自身は来世どうやってお役に立とうかなとは思ってないんです。ただね、来世があるのを知ってるから今にかなり気を使ってるかな。これも心配しながらっていうんじゃなくてね、もう全てを持ってる自分が今どのように生きてるかな、今どのような目的を持ってどのような体験をしようとしてるかなっていうところに重点があるかな。だから来世はこうしてこうしてこうしてじゃなくて、来世に向けて貯金をいっぱいしていこうかなということになるんでしょうね。例えば私根性では馬に乗るっていうのはね、乗馬クラブしか馬に乗れないんだけれども、前世では馬にしょっちゅう乗っかってたからね、今度は来世では例えば馬と一緒に人間が生活していくもっといい方法をやろうかなというような感じで来世馬を見てるかな。馬を見てる知らない来世の知らない馬を見てるんじゃなくて今まで自分が乗ったり世話した馬のことを今も考えてる、そんな感じになるのかな。そうするとね、今度はね例えば馬に対して悪意を抱く、あるいは馬をこき使ってやろうという感じにはなんないんですね。もう本当にね、馬が可愛いなっていう感じになるからね、来世も一緒にね生きていこうよという感じになるということだね。それで問題になるのは根性で皆さんいろんな人生生きてると思うんだけども、困ってる人を逆にですねもっと貶めてやろうとした時にどうなるかというとね、困った人を助ける、これは当たり前のことですよね。ところがもうこの人なんていうのかなダメにしてやろうとかね、その人の持ってるものを盗み取ってやろうとこうする、盗んでしまう、持ってるものというかいろんなものをですね物ということじゃなくて能力やなんかをですね反対に貶めてやろうとするとね、これ全部自分がそれを選択したことになるので、自分がその体験をするよね。例えばお馬さんね、かわいいねかわいいねって今乗ってはいないんだけど、お馬さんいつもかわいいってこう言って言葉かけといたら来世はねそのかわいいお馬さんたちと一緒に生活できる。だから人のために一生懸命人のお役に立ってるっていうことも一生懸命いつも意識してたらお役に立ちたいじゃないんですよね。たった今お役に立ってますって意識してたら、そのお役に立てる人生を生きられるということだね。人のお役に立たない人をねダメにしよう、人に暴力を振るおうとかね、人のものを取り上げてやろうとした時にこれお役に立ってないのでね、そういう人生、今度は取り上げられる人のお役になかなか立てないという人生を生きますね。
簡単に言うと、人を健康にする人は来世も健康になるかな。人の健康に気を配らない人は来世は多分そういう選択をする。私は健康について人からとにかく気持ちをいい気持ちにいい気持ちって意味がね、健康にするにはこうしたらいいよこうしたらいいよというような提案をいただけないという選択をしたんでしょうね。人から取ってたから。ですから人のお役に立っているっていうのはすごく大事なことになるんですね。でいつでも例えば目的をはっきりしたらお役に立ってる自分っていうのは分かると思う。例えば私は治療師だから来世もねこう治療の道行こうとしたらその人は間違いなく治療の道行くんでしょうね。ところがそういう具体的に自分はこういう体験をしたいと言ってない限り来世もせっかく生まれてきても目的を持って生まれてくるんだけれども、例えば治療の道には行かない。治療ですね、人を健康にしようということを根性一生懸命やってたら来世は多分治療の道を選択すると思うんですけどね、根性でそれを選択してなければ治療の道は行かない、こういうことですね。で、またご質問があったんですけども、自分はなんでこのね例えば職業というかね人の具体的にお役に立つことができないんだろうと言ってる限りできないんですよ。これがまたすごく大事でね、たった今自分はお役に立っていると感じたら途端にもう即座にお役に立っている体験をするんですね。具体的にどうこうじゃなくてもうお役に立っている自分っていうのを体験してそれなりの健康を維持することができて、はい、来世も人の役に立つための健康を必ず維持しますよと、こういう感じになるんですね。ややこしいでしょ、ごめんなさいね。ただ根性で人生生きてて一番大事なのは人のお役に立っているなんでね、もう人のお役に立ってるってね、そういう言葉を選択しちゃうですね。